お元気ですか？ 100 億の昼と1000億の夜にアイスが常に食べたいスタジオ羽です。理想の絵、描きたい場所でスケッチできず、写真を撮ってしぶしぶ家で描いてみたら、あれ？主役が小さくて手前のものがパース効きすぎて大きくなってる。そんなことありませんか？ならばこそパースの謎、共に修行いたしましょう。1、パースは近くのものが大きくなる。A の写真と B の写真。中央に赤がポイントの家、その奥に黒っぽいビルありますね。手前にはパレットと書かれた看板のあるビル。違いますね、2つ。アップにしてみましょう。赤い家に比べて奥の黒いビル、大きさ違いませんか？ A の方はもう全面に黒で埋め尽くされてますね。実はこの2枚、撮影場所が全然違うんですね。A の写真の方はすごく離れたところから撮影して、そして描きたい赤い家を中心としたところに切り抜き、もうクローズアップ、ドーンとアップにして描きました。そして B の写真はそんなに離れてないところから撮影いたしました。もう肉眼でほぼほぼ見えるところからですね、撮影してます。これの違いなんですけれども、やはり望遠で撮影した円形の部分ですね。パースは緩やかなんですね。写真の手前になればなるほどパースが強くなりますので、その中心になれば、円形になれば緩やかに撮影されてるっていう、こういうポイントがあるんですね。でもそうですよね。建物の近くに行ったら、それは建物大きく見えますよね。で、離れれば小さく見えます。ものすごく離れたら、50メートル離れた建物と60メートル離れた建物、10メートルの差、大してわからなくなるぐらいの距離。離れれば離れるほど、そういう違い生まれてきますよね。これを使います。で、実はこれ余談なんですけれども、実はこの動画ですね、やり直しなんですね。伝えるのがもうどうして伝えようかと難しくて、パースの聞いた絵と聞いてない絵を書いてみたりとかして説明しようと思ったんですけれども、伝わるような気がしないので諦めました。僕の動画ではよくあります。それで、今回はもう一度書き直そうと、近くを撮影した赤い家ですね。で、その奥に黒いビル。この赤い家と黒いビル、だいたい、15メートルから7メートル離れたところに立ってるんですけれども、近くからもうその赤い家の5メートルぐらいから書けば、それは遠くのビルですら15メートル、近くの建物5メートル、赤い家。この差はすごくパースが効くんです。手前が大きく、遠く、その奥はものすごく小さくなるんですけれども。逆に、もう100メートルぐらい離れたところから行くと、100メートルと107メートルはあんまり差がなくないですか？これなんですね。なので、例えば、あの、神社仏閣を描こうかなと思ったら、その境内までつながる、参道みたいなところをですね、入れて描きたいなと思った場合、あの、参道大きくなって、建物、ね、主体である建物自身が、本殿が小さくなってしまったりとかするじゃないですか。いやいや、そうじゃなくて、参道も描きたいけど、大きくその奥にそびえている大きな印象的なものを描きたいであれば、ものすごく円形から、遠近法の、そのパースがあまり効かないようなところから撮ったらいいかなと思います。そういった撮影を
するのは、逆に言えば、肉眼で見た時の印象に、まあ、まあ、近づけるというか、自分の印象を大事にして描きたいなという時に。で、今回のビルの絵でも、建物とビルの相中で、建物がトントントンと横並びになっているので、それが、確かに手前に行けば大きくなるんだけれども、あまり大きくなられると、描きたい建物以外の建物や道路を大きく描かなきゃいけないっていうことになって、描きたいものが小さくしか収まらない本末転倒な感じになるのが嫌だなぁと。そういった場合はですね、こういうふうに遠方から撮って、で、そして建物が密集しているような、固まってくれるような、そういう印象、うん、きっと普通に散策している最中に見つける風景っていうのは、そういう肉眼で、遠くから見て、近くから見て、あ、ここいいなって思って描くと思います。僕はそうなんだけど。で、あれば、そこがちょっと、スケッチしづらいな、うん、ちょっと写真から描くか、と、致し方がないな、となる場合はですね、もしくは練習の場合はですね、そういったところ、写真に収める際に気をつけてみてはいかがかなと思います。ちなみに、メンバーシップ、ハネさんが皆様と面白おかしく修行いたしてます。ライブ配信ですので、僕が作画を失敗したら、そのまま失敗を流していきます。はい。皆様の作品等もうまくいったとき、うまくいかなかったとき、それらをですね、共有して、楽しくできたらなという、そういうメンバーシップです。ぜひどうぞお待ちしております。この作画に関しては、この前、3週前くらいの動画で上げさせていただいた、ナイフを使って、ザクザクと、水彩絵の具を画面に乗せていく。そういう手法を取りながら、色はあまり、サイドが鮮やかにならないように抑えて、両方描いていっておりますね。ましっかりとパースを意識するのであれば、下書きをして書けばいいんでしょうけれども、あの、あまりカチッとしすぎるのは好きじゃないので、そのまま、見た調子のまんまで、さっさと書いておりますので、ずれてます。ずれてるんですけれどもね。はい。そこのところが今回のテーマではなくて、この赤い建物と奥の黒い建物、ビルの大きさの関係ですね。この大きさの関係と、その隣に隣接している建物の、サイズ感。これらが、あまりにも遠近法が効きすぎないように撮影した部分と、もしくは、やっぱりそういうパースが効いた絵がいいという方用の、絵にしてあります。左側がパースがしっかりと効いた絵にしてありますし、右側は緩やかめにパースしてあります。この違いは本当に好き好みだし、被写体によって変わってくるだろうとは思うんですけれども、僕はどうしても赤い家を覆うように、黒いビルがドーンと待ち構えてる感じで描いてみようかなと思いましたので、隣接してギュッとなってる。パースが効くと広がっていってしまいますので、そうでない感じに描いておりますね。はい。お好みです。ともかく同じにならなかったですね。色が。全然。これ、違う時間帯に
相中で書いたものなので、忘れてます。はい。で、ちょっと、色を合わすように、少し、編集でしてみましたけれども、このような感じで印象が変わってくるのかなと思います。うん。見る角度はあんまり変わってないんですね。遠さだけ変わってます。お役に立てば幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が役に立った、面白かったと思っていただけたら、応援のグッドボタン、チャンネル登録、ハイプよろしくお願いいたします。もっと羽と絵の修行をしてみようと思っていただけたら、メンバーシップ羽さんが毎週月曜日にライブ配信を行っております。第1月曜が挑戦企画と雑談会。第2月曜日が人物画の修行。第3月曜、風景画の修行。第4月曜、作品研究会となっております。いつでもお待ちしております。しっぽ、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 はた